わ、かっこいい。はい、どうも始まりました。本日スペシャルゲスト、ギタリスト、有賀恭平さん。はい、よろしくお願いします。今回は、プロのペダルボード紹介ということで、はい、このスタジオで撮るの初なんですよ。いろんなアンプと組み合わせても、有賀さんテイストが出せるボードに、きっとなってるんじゃないかなと思ってやってるんですけどもありがとうございます。大丈夫ですかね。はい、光栄です。すっごい聞きたいことが詰まってて、僕これでも一応最新というか、組んだばっかの。そうですよね。これまでの有賀さんのボードってクワッドコーテックスが乗ったボード、はいはいはい、向こうで彩りネストを使わせてもらってる。ありがとうございます、はい、使っていただいて。ジャンクションボックスと、はい、バッファーが一緒になった、はい、あのボードでご活躍されてるイメージがあったんですけど、最近こちら作られて、どういうところ気をつけて作られたのかをぜひお聞かせいただいても。もちろんです。じゃあまずですね、はい、こんだけ直列になってますけれども、全部一旦オフにした音、オーバルトーンさんのプライムギアデラックス、これバッファーになってるので、このバッファーだけが作用している状態の音をちょっと一回聞かせていただいてもよろしいでしょうか。はい。こんな感じの音痩せ感みたいなのって全然やっぱないですね。はい、やっぱそこはこの子になるかなと。ちゃんとバッファーが先頭に。そうなんです。やっぱこれだけ繋いでるとね、やっぱどうしても痩せてしまうので、ブースターにもなるっていう動画でもね紹介されてたんですけども、これ押すとこのメモリ分ブーストができる。これはだから後々にこう出てくる歪みの乗り感だったりとか、ちょっとプッシュしたいなっていう時に押すっていう感じですね。これがバイパスの状態、バイパスとかブーストしてない状態で、ブーストすると少しだけちょっと上のキラッとした部分だったりとか、音量も少しアップされて。じゃあ有賀さん、これ接続順、やっぱ直列ボードなんで、どういう順番かなっていうのをちょっと先にお伺いしてもいいですか。接続順ですね。はい。ギターからこうましてバッファ入りでキュートので、これ何系ですか。これは一言で言うとエンベロップフィルター、オートワームみたいな。ちょっと楽しみですね。フィルター系があって、でその後バイブ系とフェーズがこう混ざったような。なるほど、楽しみだ。はい。うねりがありまして、その次にスモーキー、歪みに行ってベンソン、これも歪みです。はい。の後にブーリワンですね。はい。これも結構激しく歪むオーバードライブみたいな感じで、そこからライムトーンさんのボリュームペダルですね。ありがとうございます。空間系に行く前に音量を調節して、これのチューンアウトからこちらがつながってます。この後にこれが、これ気になる。これ気になって、僕今回有賀さんにこれ個人的にもすっごい気になってて。本当ですか。はい。ディレイとリバーブがこうツインワンになってプリセットできてってやつですよね。そう、これがめちゃめちゃいい。じゃあそれで出ていってる感じですね。でそこからこのリターンに戻ってきて、アウトプットはここから出る。なるほど。どれからいこうかな。やっぱ有賀さんといえばスモンキーのイメージが。確かに結構使ってらっしゃいますもんね。YOS さんでシグネチャーも出させてもらってギターをね。じゃああっさり設定ですね。あっさりですね、割と。これぐらいの感じです。なるほどなるほど。で今ここでリバーブがあっさりかかってる。そうですね。状態ですね。はい。例えばアンプ、会場のアンプを借りる時ってたまにリバーブがついてないアンプとかあるじゃないですか。そういう時はこっちをオンにするし、自分のアンプとかでリバーブついてる時はオフにしておいて。そっかそっか。であえて別のプリセットにして深めの設定を適宜オンオフするみたいな。なるほどなるほど。深め設定でちょっとスモンキーのフレーズ聞いてもいいですか。やってみましょうか。いい
いですね。このスモーキーのキラッとした感じ、有賀さんのこのサウンドのイメージと合ってるし、あ、本当ですか。はい、安心感ありますね。もうすでにもうなくてはならない続いてどれいきましょうか。じゃあこのベンソンプリアンプ、これも僕の中で結構定番化してるペダルではあるんですけど、これは割とアンプの歪みっぽく歪むオーバードライブですかね。わ、かっこいい。これは僕ね、中域結構出てる音好きなんで、好きです。これいいんですよ。でこれにこっちのプライムギアをちょっとプッシュしてあげると、行きましょう行きましょう。ノリが良くなるんです。はい。派手には変わらないんですけど、ちょっと厚みが出ましたね。プッシュしてくる。じゃあちょっとここまで来たら歪みもうワンセクションいきましょうか。いいカスタムアンプリファーの VOD1 という、もう見ての通り真空管がね入ってますね。あ、そう、これ皆さん分かんないですよね。これ何これと思うと思うんですけど真空管が入っていて、それをこの保護というのかな、するような状態、これが上からパカッとかぶさってるような感じになってます。ディストーションに近いぐらい結構歪むんですけど、でもなんか歪みのニュアンスはオーバードライブのままいけるみたいな。うわ、いい。こんな感じ。良くないですか？いいですね。アンプですよね。なんかアンプをプッシュすると、ちょっと上の方がなんか飽和する感じ、あの感じが出る。出てる。ですよ。ちょっとファズっぽくもなるというか、ブライトスイッチがあるんですけど、これを上げると少しこう。ちょっとブシャーっていうファズ感が出るというか、そういう音作りも積極的にできる。この3つ歪みがありますけど、組み合わせて使うこととかあるんですか？組み合わせ、例えばこれは結構単体で使うことなんですけど、これとこれを一緒にやることは結構ありますね。やばくないですか？いい。うわー、なんかよりこうクランチ感が増す。いいですね。なんかさっきのはちょっとアンプっぽい歪みだったけれども、エフェクターのがっつり歪んでるっていう、心もワクワクさせてくれるような歪みですよね。それの上にこれをねつけて、まだいく。これもちょっとリード向きの音になるんですね。これディレイいきましょう。行きましょうか。いいですか？勝手に押して。オン。なるほどね。これってやっぱりここの3つ手前にこれがあるから、気分でバーって追加できるし。そうライブやってる時にちょっと音量欲しいなって感じじゃないですか。抜け感欲しいなとか近いところにあるとやりやすいので。そうですよね。で有賀さんが冒頭におっしゃったそのもう一つのクワッドコンテックスとかでこうバッチリプログラミングしてるやつって、もちろんここでこれ使うっていうのが決まってればめちゃめちゃ便利ですけれども、その時の感情だとかそういうふうにこうパッて合わせる、そういう設定もできますけれども、プラスアルファのね。でもこれの方がより自分のその時のこの感情とか気持ちに合わせてオンオフだったり、もうちょっとつまみキュッみたいな、そうもうちょっと回したりとかできるので。じゃあ続いては、こちらのフィルター系をちょっと聞いてみたいなと思うんですけども。見ましょうか。やっぱこっちからいきましょうか。そうですね。エレハムから。ローパスフィルターで僕は使うことが多いんですけど。うわー、もうめっちゃ有賀さんのために生まれてきましたみたいになってません？なってる。ありがとうございます。
こういうファンキーなやつだったりとか、まずこういうなんかこうちょっとチルい感じにも合うんですよね。単音も和音もすごくいいキャラクター、なんかいい感じに持ってってくれますね。よくこれはディレイだったりとか、このスモッキーでちょっと歪みと一緒に使うみたいな。うわこれはもうねもうバンドメンバーと一緒に空間を作るっていう時にめっちゃ輝いてくれるセッティング。単音でバンって1個弾くだけでも説得力出るんですよ。ああそうですよね。給付がちゃんと活かせるっていうか。これもいきましょう。これは何ですか？これはまあフェイザーとユニバイブみたいな揺れ系がこう足されたようなちょっとこう複雑に揺れる感じ。はいはいはい。確かに揺れの周期が読みづらいっていうか、っていうかこの2個光ってる LED のこういう周期です。そうなんです。揺れてるんだ。こっちとこっちで揺れのタイムが変わってるんです。で混ざってちょっともう一回伸ばしてもらっていいですかね。こんな感じだわ。そうですよね。この通りなんですよ。でこれをオフセット ADJ っていうつまみでこっちまで振り切ると揃った。そう1個の揺れなんですよね。これ普通だ。普通のフェーザーみたいな。これはなるほどわかる。馴染みのある。でこれをこっちにやっていくとこの LED 見ていくとだんだんずれてくるんだ。ずれてくるんですよ。なんか複雑なね。わかった。なるほど。これが面白くて、でもそんなに癖がある借り方じゃなくて、ちゃんとこう馴染んでくれる。これいい。そう合うんですよ。これいい。どっちでもいけるんですよこれ。僕はよく真ん中ぐらいでやってるんですけど。うわこれあんまりこれまでなかったやつですね。そう新しいですよね。なんかコンプレッションみたいな、なんかそのコンプで粒を揃えるとかじゃなく、なんかこの流れが揃うっていうか。わかりますわかります。はい。ちょっと整いますよね。整ってる。だからそのチャカチャカの強弱が大きすぎないというか、こう一つの波になってるような。でもなんか常に揃ってないから飽きないっていうか。そうなんですよ。言語化できました。いやでもねそういうことです。有賀さん、これソースオーディオのさっきから使ってますけども、ディレイプラスリバーブになってるやつ、これ僕もすごい気になってて、タップももちろんできるし、ここにプリセットが4つまで登録できるので、その場で呼び出せたりミディで呼び出せたりもするっていう。これを入れようと思った一番の動機が、このサイズに2つともまず収まる。このボードの大きさだとこれぐらいしか入る。ちょうどいいですよね。ちょうどよかったんで、これちょっと音聞いてっていいですか？このホールだとか。ぜひぜひ。これね今ねノブがロックされる状態なので。ノブがロック。そうこれね使い方が真ん中にしておくとノブ動かしてもパラメータ変わらない。なんとリバーブ動かしてる時はリバーブ側にするとリバーブの設定が動かせるんだ。パラメータがいじれる。じゃあいじります。どうぞやってみてください。じゃあホールにして結構明るいんですね。ですね。でトーン下げるともうちょっと暗くなるの。確かに。落ち着きますね。なんかストライモンと結構キャラ似てる気がした。なんか近しいものをちょっと感じたな。ビッグスカイとかあっち系。なんかこの多分トーンすごい上げると結構近いんじゃないかな。次トゥルースプリング。これ単体のモデルも出てるので、それを多分抜き取った。スプリングリバーブ。なるほどね。
僕このトーン下げたスプリング好きかも。このなんか落ち着いた、上げるとキランとねこうなりますけど、結構こういうスプリングリバーブ今流行ってるっていうか多いと思うんですけど、僕それいらないんだよなと思うこと結構あるから、いやこれいいな。そう、これ原音との混ざりが良くなるんですよね。明るすぎるとどうしてもちょっとこう弾いてる音とねぶつかっちゃったりとかもするので、これぐらいだとちょうどいい。ボリュームこうふわーってね上げた時の。有賀さんが今ボリュームの方やってたんじゃないんだ。違います。これなんだ。そうなんだ。そうです。なるほど。リレーもちょっといっぱいあるので全部はやらないですけれども、いつもこのテープでやられてたんですか？僕はテープとかアナログ使ったりもします。なるほど。じゃあ一回ちょっとデジタルいくか。デジタル。なるほど。アナログ。変わりますね。ややテープに寄ったか。でも有賀さんがこれ選んでるってなんか分かる気がするな。であとこのパワーサプライ、フェンダーの、これはなんでこれにしたとかあるんですか？これは、もうただ見た目で選んでいました。結構このボード色合いがグレーとか銀っぽいのが多いじゃないですか。大事だ。なんかそこに合うかなと思って置いてみました。全部9ボルトの500で出るので。そこがやっぱね、安定してこれとかね、そうですね、結構これも意外と400とか必要だったりするので。そうなんですね。じゃあ最後にこのボードの歪みをちょっとがっつり使いながら、じゃ僕せっかく横にいるんで切り替えローディーします。ありがとうございます。贅沢な。いやじゃあいきますね。お願いします。はい。いいですね。めちゃめちゃ緊張します。すいません。いや今回のねこの直列のアイデア結構皆さんにも取り入れてもらえるところ多いような気がしますので、ぜひ参考にしていただければと思います。今回の動画良かったっていう方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして高評価コメントもお待ちしてますのでよろしくお願いします。本日はスペシャルゲストギタリスト有賀恭平さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではまたの動画で。